皆さんどうも、きなこやです。今日は前回作ったこのボーリーストーン、もう一回ね、ゆっくり作ってみようと思ってまた粘土を買ってきました。私もまだまだ粘土についてはわからないことがたくさんありますが、ハンドメイドに挑戦してみたいなと思っている方、よろしければ一緒に試してみましょう。まず最初に今日使うボーリーストーンを作るための材料を紹介していこうと思います。はい、こちらですね。とりあえず必ず必要なものっていうのが、まずね、この樹脂粘土。私はこのホワイトの樹脂粘土を使います。これちょっと後で説明しますね。あとはこのこう撫でるくぼみですね。ここくぼみがあるんですけど、これを作るための計量スプーン、私は使います。これもね、100均で売ってるので、ものによってサイズ変えてできますね。細かいところを調整したい方は、この粘土ヘラたち、ここに入ってます。あとは粘土が乾かないようにするための、サランラップ私は使うんですけど、もしくはジップロックでも大丈夫です。小さい袋を入れていただいて乾燥しないようにしてください。あとはお水、瓶に入ってるんですけど、何でもいいです。お水用意してください。で、前回はレジンでね、最後コーティングしたんですけど、今日はこのトップコート使ってやってみようと思います。ちょっとうまくいくかわかんないんですけど、レジンよりはこのね、トップコートの方が手にしやすいかなということで選んでおります。はい。あとですね、粘土の色付けなんですけど、私は前回同様、ちょっと家にあるアクリルの絵の具たちを使わせていただくんですけど、100均に、これ多分100均なんですよ。これアクリルカラー、アクリル絵の具あると思うので、よかったらそちらを用意していただくか、これなんで買ってきたかっていうと、こうやってね、色がもうついてるのが入ってるんですよ。で、ここにも書いてある通り、絵の具と一緒でね、こう混ぜたら違う色が作れるので、これ他の色のセットもあったんで、自分の作りたい色がね、入ってるやつがあれば、それでも大丈夫です。私は今回はこれだけで、さっきの絵の具と一緒に使っていこうと思います。今回はこの猫ちゃんのちょっと違うバージョンを作ろうかな。やっぱり私の粘土は固まってたんだね。こんなんで。使う分の粘土を取り出してから、まずはよーくこねてください。こね終わったら絵の具を少しずつ足していきます。粘土の中央に少しだけ絵の具を置いてから包み込むようにして混ぜていきます。何度も折りたたむようにして練り込んでいくのがおすすめです。ここで一つ注意があって、樹脂粘土は乾くと水分が抜けて透明感が出てくるんですけど、そのせいで今見ている色よりも2倍ぐらい濃い色になります。なので希望の色よりもちょっと薄いかなぐらいで止めるのがおすすめです。はい、こんな感じで乾くと濃くなるので、これぐらいで止めておこうと思います。今回はまた耳とちょっと手足もつけたい。尻尾もね、できたらつけたいな。ここにいけるかな。適当に取って、まずこいつをくるくるします。ちょっと硬そうなのあったんで、これで潰します。で、こ
こで押してもいいし、なんか指でやってる人もいました。ギュッて。今度は中くらいのでやってみますね。わかりますか？くぼみ。ここね。指で整えたりしても大丈夫です。私はこれでいきます。最初に受けておいた粘土を使って細かい部分を作っていきます。前回のくっつけ方でちゃんとくっついたので、今回もそれでやっていきます。くっつけたい部分とくっつけるもの両方ともちょっとだけ濡らしてそこにくっつけます。水が多いと滑って落ちてしまうので、だいぶ少なくて大丈夫です。または木工用ボンドを少しつけてくっつけるのもいいそうです。こんな感じ。根にくっつきました。くっつきましたっていうか、乾いたらくっつきます。同じように他のパーツも作っていきます。パーツがなくても可愛いものは作れるので、いろんなデザインを調べてみてください。尻尾はやめようかな。足。もともと考えていたデザインがあったんですけど、ちょっとね、足つけると邪魔だということに気づきました。こんな感じで1週間乾かしました。ちょっとね、なんか裏がボコボコってなっちゃってるんですけど、まだ乾いてないのか、もしくはこう乾かす時にこうやって置いてあったので、それがそのまま後になってしまったのかちょっとわからないんですけど、はい、突然失礼します。調べてみたんですけど、これ気になる方は一度ね、体を作った時にちょっとだけ乾かしてから手や耳をくっつけるといいそうです。で、前回同様先にお絵描きをしていきますね。使うのはコピックアクレアです。何も考えずにアクレアを使ったんですけど、ちょっとね、トップコートとの相性が悪いペンもあって、それを使ってしまうとトップコートを塗った際に一気に滲んでしまうので、そこだけ注意が必要です。不安な方は絵を描いた後に水性ニスというのをちょっと一度薄く塗っていただいて、その後にトップコートを塗るといいそうです。はい、では続いてトップコートでコーティングしていこうと思います。一気には塗れないので、表面塗って乾いたら裏側って感じでいいですかね。裏側からいきますか。滲んだら嫌だなということで、とりあえず背面から塗っております。レジンの時と同じなんですけど、まずは薄く塗って乾かしてからまた塗ってというのを繰り返していきます。まず裏面ですね。薄く塗って乾かしてっていうのを4回繰り返したものです。ツヤっとしてるし、音もねちゃんとします。こんな感じで表面を次は塗っていきます。はい、ということで出来上がりました。こんな感じでツヤっとしました。レジンね、前回こっちレジンで作ったんですけど、比べてみると手触り的には私はレジンの方が好きです。多分やっぱね、トップコートのハケがちょっと小さいので、何回かこうね塗ることによってこの筆の跡がね、ちょっと見えるかな、見えないな、ちょっとなんかやっぱ跡が残るんですよ。もしかしたらもっと大きい筆でバッと塗ればいいかもしれないんですけど、今回はねそのままの状態で使ったので、
あとはやっぱなんかぷっくり感っていうのがこっちの方がぷくっとしていて、トップコートもツヤツヤなんですけど、やっぱりどうしてもレジンと比べると膜が薄いので、それもね、好みなんですけど、分かれるかなというところですね。あと気になるのがトップコートの匂いがまだ残ってるんですけど、これ1週間ぐらい経てば匂いがなくなっていくみたいなので、そこだけね我慢しないといけないです。でも簡単にほとんどね100均で揃うもので作れたので、気になっている方とかちょっと樹脂粘土始めてみたいなとかいう方いらっしゃったらぜひやってみてください。でね、もしやってみたらコメントなどぜひぜひお待ちしております。最近粘土にハマっているので、また違うもの作ろうと考えているので、チャンネル登録よろしくお願いします。見に来てくれてありがとうございました。またねー。